1月13日の夜、私たちは4年ぶりにフィンランドへと向かいました。飛行機の中での楽しみといえば機内食ですよね。この日のメニューはカツ丼的なものと、お蕎麦がありました。木のナイフとフォークが可愛いですね。この日は追い風の影響で1時間ほど早く着きました。無事に到着してよかったです。ヘルシンキパンター空港は前回来た時よりも新しく綺麗になっていました。朝早いですが結構人がいますね。到着の喜びでなんだかおかしなテンションの私たちです。のんびりと向かっていたらどうやら私たちが最後だったようです。着きました。これ動画です。動画です。結構早く着いたのでアパートに行くにはまだ少し早いかなと思い、飲み物を買おうと空港の中のスーパーにやってきました。美味しそうなパンもあります。結構品揃えが豊富でいろんなものがありました。空港でお野菜を買う人もいるんでしょうかね。外国のスーパーは日本とまた少し品揃えも違っていたり、パッケージも可愛いので見ているだけで楽しくなりますね。飲み物を買いたいと思っているんですけど、何を買ったらいいのかものすごく迷ってしまいました。マッキーが寿司を発見したようです。寿司あった。ほとんどサーモン。寿司のほとんどがサーモン。お寿司はフィンランドでもとても人気なようで、どこのスーパーにも置いてありました。さて、マッキーも何を買おうか悩んでますね。何の味なのか、炭酸なのか炭酸じゃないのか、なかなか判断が難しかったですが、ラズベリーに決めたようです。会計は日本でも最近増えたセルフレジでした。なかなか難しかったです。さて、大きな重いスーツケースを抱えて駅へと行きます。ホームに到着しました。結構たくさん電車が出ていますね。切符も自分で初めて買いましたがドキドキでした。でもうまく買えました。私は結構事前にいろいろ調べていったのですが、よくわからないことも多かったです。なんか喧嘩しないで。喧嘩しないで。何にも卵から出てきて言うことない。さて、電車が来ましたよ。出発しました。ヘルシンキ中央駅に到着しました。まだ辺りは暗いですね。そして寒かったです。やっと駅出る。駅出るまでが長いね。そう、駅のホームからここまで結構歩きました。荷物が重いので余計に遠く感じますね。でもこれがまだまだ序の口だったということをこの時はまだ分かりませんでした。アパート外
外はまだ暗いのですが、イルミネーションもあったりしてクリスマスの雰囲気も少しあって、なんだか明るく感じますね。すごいクリスマスみたい。もうこの時間からトラムも走っていました。本当はこれに乗ればすぐだったんですけどね。道を洗浄してるだけなのに、なぜだか映画のような雰囲気になっていました。なんだかんだ30分以上歩き続けて、やっとアパートに到着しました。このアパートのホストの方が食べ物なども用意しておいてくれました。たくさん歩いて疲れたので、コーヒーとシナモンロールをいただこうと思います。あ、そうなの。マリメッコのカップが可愛いですよね。今回のこのアパートは本当に家にいるような感じになれて、とても居心地のいいところでした。そして明るくなってきたので、外にお買い物に行くことにしました。思ったより全然明るい。明るい。今何時ぐらいだっけな。8時半ぐらい。そっか。もっと一日中暗いのではと想像していましたが、結構明るいなと感じました。街並みが本当に素敵ですよね。一番近くの小さなスーパーマーケットにやってきました。何日か分かの朝食の材料を買っておこうと思います。やっぱりお寿司ありましたね。野菜は基本量り売りが多いようです。前回来た時もチーズを買ってとても美味しかったので、今回も朝食にチーズを買いたいと思いますが、種類が多いんですよね。切ってた。フィンランド語で書いてあるので、何のチーズなのかなと。ヨーグルトも本当にたくさんの種類があるので、かなり迷ってしまいます。今見ていたのはマーガリンでしたが、めっちゃ可愛いパッケージでした。そして買ったものを使って朝ごはんを作りました。ほっと一息。これからの旅が楽しみです。そして明るいうちに街を散策してみようとまた出かけました。4時になると辺りはもう暗くなってきます。気温はマイナス5度ほど。雪がちらついてきました。友人のラッセさん、クミちゃんと食事をした後、駅で切符の買い方を教えてもらいます。ありがとうございます。ヘルシンキの電車は A、B、C など区間が分けられています。行きたい場所のエリアを選んで、ワンタイムチケット、1日券、2日券など期間を選んで買うことができます。
そしてその後、駅の中の大きなスーパーにやってきました。朝行ったところとはまた違ってかなりたくさんのものがあります。何でも揃いそうですね。クリスマスの商品もありました。そしてこの日2人と別れておしまい。翌日は朝から MV 撮影をしようと準備をしています。寺島さんのベッドはこのロフトスペース、気に入ったようですね。黙々と準備をする私。そして撮影準備ができました。じゃあ行きます。アクション。そしてその後、アールト大学の中にあるスタジオに今回の旅でいろいろとお世話になっているコンスタさんの作品撮りに向かいます。駅のデザインも素敵、天井も高くて明るい感じがしますね。行き先が合っているのか入念に確認しています。間違ったら怖いからね。電車が来ました。マッキーと寺島さんの前に座っている彼、ルービックキューブの天才でした。実はこの日コンスタさんに会うのは初めてだったので彼を一生懸命探しています。もしかしてコンスタさんじゃないか。違う、全然違う。誰に今手振ったっぽくなかった。見てなかった。全員手振るから分かんない。喋りかけてるみたいな。今絶対こっち見たと思ったんだけど。上の階に迎えに来てくれるということでエスカレーターを上がってきました。見つけられるのか。ようやく会うことができました。そしていよいよスタジオに向かいます。すごい。それぞれ写真を撮ってもらうのですが、 LED のライト、プロジェクターなどを使用して不思議な撮影でした。衣装は彼の友人のデザイナーさんのものなのですが、とても素敵で私も2着着させていただきました。そして寺島さんも同じように撮ってもらいます。寺島さんキックしてみてのリクエストに頑張る寺島さんです。
そして最後は寝そべっての撮影でした。さて3人目はマッキー。マッキーのドレス、袖がすごい素敵だったんですよね。めっちゃクールな表情してかっこいいです。そしてその後ホールに打ち合わせに行くためにトラムに乗ります。このトラムは最近新しくできたんだそうですよ。森の中、街並みを見ながら走る電車もとってもいいですね。そして目的のホールに到着しました。ラッセさんと合流しました。この後打ち合わせをしてきましたよ。そしてその後喫茶店で話をしながら、買ってきたお土産を渡しました。外に出るとすっかり夜。この日の予定はこれで終了しました。おはようございます。ヘルシンキに太陽が眩しい。冬のヘルシンキに太陽が出てます。はしゃいでる。この日はライブ当日、ライブハウスに電車で向かいます。入り口がどこかなと探してようやく見つけることができました。とても素敵な雰囲気の場所でしたよ。リハーサルが終わってお客さんが並んでくれています。これはめちゃくちゃ嬉しい光景でしたね。今回は映像とのコラボレーションもありました。音楽にぴったりの映像をつけてくださったモニカさんにも感謝しています。翌日の朝、トゥルク大学での講義のためにレンタカーでトゥルクへ向かいます。初めてトゥルクに行きますが、とっても楽しみですね。高速道路は無料で走ることができます。日本にあるようなサービスエリアなどはないので、途中でお店に寄ったりしながら進んでいきました。このお店は雑貨屋さんのような感じでしたが、なんだか外国って感じがして面白かったです。
なんかいろんな置物や食べ物や CD や何でも売ってるようなお店で、なんだかすごく面白かったです。お菓子やジュースも売っています。食べたかったけど朝ごはんを食べてお腹がいっぱいだったので飲み物だけ買いました。そしてトゥルクに到着しました。こちらはトゥルクの大きな教会、後で行ってみたいなと思います。お昼ご飯を食べた後、大学へと向かいます。ようやく会場に到着しました。この日は日本のポピュラー音楽についての講義が1日行われています。私たちはその最終コマに登場。They both had a very, very wonderful performance yesterday in Helsinki, and we'll have another one tomorrow at Tampere. Composer Tamiya Terasima. And then a performer of an instrument called Arhu, which we'll be hearing more about, Kanai Nozawa. 聴講してくださっていた方がサインをくださいと言ってくれました。ほんの少し日本語でも話しかけてくれましたよ。少しトゥルクを散策することになりました。昼間に見た教会の中に入ってみました。昼と夜でイメージが違うみたいなので、次回はぜひ昼間にも来てみたいなと思いました。教会に来ると厳かな気持ちになりますね。揺らめいているろうそくの炎もとても美しい。道に露店が出ていました。なんだか賑やかで日本のお祭りのような雰囲気もありますね。かわいい。ラッセさんによると、トゥルクには本当にいろいろ素敵なところがたくさんあるらしいのですが、この日はあまり時間がなかったので、また次回を楽しみにしたいなと思います。この後タンペレに向かう前にスーパーに立ち寄って明日の朝ごはんを調達します。
このスーパーもとっても広かったですが、とっても寒かったです。そしてタンペレに到着しました。気温はヘルシンキ、トゥルクよりも低い感じがして、雪も積もっていました。翌18日、この日はタンペレでの初めてのライブハウスの裏には運河が流れていました。とても雰囲気のいいホールです。リハーサルの時の動画はなかったので写真を少し。寺島さんのキーボードのトラブルがあったのですが、エンジニアの彼が急遽シンセサイザーを持ってきてくれて、なんとか本番に間に合いました。よかった。カンテレの飯田エリナさんとのアンコールの演奏、本当に美しくて感動しました。良い経験をさせていただき、本当にありがとうございました。翌日、タンペレにあるピューニッキ展望台にやってきました。上からの眺めは最高。朝日も見れて本当にすがすがしい朝でした。1階にはカフェもあって、美味しいドーナツを食べることもできますよ。少し離れたところでクリスマスマーケットをやっていました。この時期ならではですね。子どもたちがサンタクロースに会うために並んでいます。かわいいカゴもたくさん売ってました。お昼を食べるために友人のニコのファミリーと合流しました。楽しいタンペレ観光も終わって、またヘルシンキに戻ります。翌日はミーティングのために中央図書館にやってきました。だってこの音がこれ何？なんかリズムが鳴ってる。本当だ。かわいい。この図書館は最近できたのですが、いろいろな施設がありました。1階にはカフェもあったり、チェスもできたりします。おはようございます。おはようございます。出ますね。3階にはものづくりできるスペースがあったり、スタジオがあったり、めちゃくちゃ興味そそられる施設でしたが、あまり時間がなかったのが残念。
図書館スペースも開放的でリラックスして本を読めそうな雰囲気です。この階にもまたカフェがありました。隣には前回私たちがコンサートをした会場があるのですが、そこで作曲家のカレビ・アホさんと会いました。さてアパートに戻ります。今日はトラムに乗って帰ることにしました。あ、電車来た。電車。寺島さん引かれますよ。引かれますよ。そして翌朝、作曲家のカレビアホさんが私たちのアパートにやってきました。彼が中国で買ってきたという2個をメンテナンスすることになりました。線金の糸が変になっていたので貼り直し、そして弦も交換してみました。少しだけ弾き方をレクチャー。彼はバイオリニストでもあるのですが、弓の使い方が少し違うので、その違う部分を少しだけ教えることになりました。でもきっとすぐ弾けるようになりそうな気がしますね。そしてその後は先日タンペレのライブでご一緒した飯田エリナさんが私の MV 撮影に付き合って車を出してくれることになりました。とても美しい湖に行ったのですが、雪が積もっていましたね。寺島さんが私がこれから撮る曲をマッキーに歌って教えています。湖ですから。そうですよ。湖が凍って雪がすっかり積もっていますね。本当はここ湖なんですけど、でも雪も綺麗だからよしとしましょう。カメラをセットして撮影位置を決めています。めちゃくちゃ寒かったですが、でもきっといい映像が撮れたんじゃないかと思います。この MV は後日公開。ヘルシンキの大聖堂の近くにやってきました。食事までの間、少し街を散策しています。大聖堂、夜も綺麗なんですよね。この後友人たちと合流して食事をします。もう一回読んでください。こちらチミチュリロメスコの交互セレクション。つまりチミチュリとロメスコの交互セレクション。そのまんまじゃないですか。ありがとうございます。つまり何も変わってない。わかりやすい説明ありがとうございます。このレストランには何年か前にも来たのですが、このサーモンスープが絶品なのです。美味しい料理をたくさんいただきました。めっちゃいい写真だこれ。うわ、かっこいい。3人撮りましょうよ。3人とも。じゃあビデオ今止めますね。コンスタさんが先日スタジオで撮影した写真をプリントしてプレゼントしてくれました。いいそうでもちょっとわからないんですけど、ちょっと試して。
のPlease. You can Yeah. use. Please show me. Yeah, How to you pronounce please, yeah, just say the correct native pronunciation. Yeah. There's, I don't know, Yeah, correct it. No need for every occasion. yeah. No need. Noni. Noni. 軽い感じ。 Noni. それはどういう Noni. どんな感じですか？諦めな感じ？いいの。それはどういうこと？やったーって感じ？ノリね。ノンね。それどういうの？いや。ノニ。 Others know the same. It's very true. It's like a very thing that the mom says. Like, no need. それどういうの？子供持っている女性じゃないと使えないかもしれない。いや広めてください日本で。僕たちもバーを頑張ってます。ああはいはい。ギャンギャンギャンって言います。それも誰かに水聞かれたらギャン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 。もし日本人が道聞いてきたら、ギャンってギャンってギャン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 。これ日本語だよ。最後にバー。旅の最後の夜にみんなで楽しいディナー、とっても嬉しかったです。今回の旅では本当にお世話になりました。いよいよ旅も最終日。朝お土産を買いにまたまたスーパーへ出かけました。そしてその後マッキーと私が行ってみたかったセカンドハンドショップへ行ってみることにしました。うん。かなえちゃんがもうめっちゃドアップだ。Google マップを見ながらどこにあるのかなと一生懸命探しています。そしてようやく見つけることができました。私の目当ては食器だったのですが、ここには食器だけでなく家具や洋服、いろいろなものが売られていて本当に大きなお店です。ゆっくり見たかったのですが、あんまり時間がなかったのでこの日は本当に見るだけになってしまいました。また次回来た時にはゆっくり見に行きたいな。本当にたくさんの食器が山ほどあります。お宝も見つけられるかもしれませんね。街には素敵なお店がたくさんあるので、何のお店かなと覗くのも楽しいですね。そしてこの教会も本当に立派で綺麗です。外観を見るだけでしたが、それでも満足しました。もうアパートに帰らなくてはいけなかったので、テク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 と名残惜しそうに歩いていきます。もうありがとう。みんなのフードそう。本当にありがとうございます。またありがとう。ラッセさんが駅まで見送りに来てくれました。別れるのは寂しいですね。ありがとうラッセさん。早速昨日習ったのにを使う。
さあもう空港へやってきてしまいました。旅も終わりですね。楽しかった旅もあっという間に終わり。バイバイフィンランド、また戻ってきます。ここまでご覧いただきありがとうございました。またね。